皆さんこんにちは。現在フィラッハ中央駅というオーストリア南部の町の駅に来ています。オーストリアの西の端から出発してここまでルートをかぶらずに5日間かけて2000キロ以上移動してきましたが、6日目の今日でついに最終日に突入です。毎度朝早くからの移動なんですが、今日もそこそこの距離になる予定ですので、太陽は昇りたて7時台からの出発ですね。おっと、レールジェットが発車していきました。こちらオーストリアを代表する列車のはずなんですが、乗り継ぎの列車の絶妙なすり抜け具合でここまで来たというのにまだ乗れてないんですよね。ただ今日はルート上にほぼレールジェットしか走ってない区間があるのでギリギリになっちゃいましたが、ようやく乗れそうですよ。ちなみにこれはウィーン方面の列車ですね。と列車も見送ったところでゴールを目指して本日もたくさん乗っていきましょう。それではここからまず乗っていきます列車はこちら。このエリアの S バーン各駅停車の S1 系統です。行き先はボルフスベルクというここから結構東にある町まで行くようですね。やってきました。車両はオーストリアではおなじみのいつものデジ色シリーズでしたね。パッと見た感じ結構乗る方多そうでしたが、これ座れるかな？席を無事確保できたところで出発しましたね。で、向きですが、ここフィラッハからは東の方に向けて移動していきますよ。昨日は東の方からローカル線でここまでやってきたんですが、もちろん今から進んでいくのは別の路線で、それより南にあるクラーゲンフルトという大きな町に向かう幹線ですね。ちなみにここから西の方にも行けるんですが、東の方がゴールまでの距離が長いのでこっちに進むのが正解です。向こうはあんまり距離が伸びないところで国外に出るか、以前通過した路線の途中に出てしまうので、行ったら短くなって終わりですね。見えてきましたね、湖。こちらベルター湖と呼ばれるめちゃめちゃ大きい湖です。この幹線ですが、出発したフィラッハと次の大都市クラーゲンフルトまでの間の大部分はこの湖沿いを進むんですよ。南側ということでちょっと太陽が眩しいですが、ここはめちゃめちゃ景色が綺麗なので一見の価値ありです。各駅に止まりながら40分弱くらいですかね。クラーゲンフルト中央駅までやってきました。ここには25分に着いたんですが、発車は34分と時間調整のためかなり長い時間止まるみたいですね。これはおそらくこの先で接続する後続のレールジェットと時間を合わせるためにしているのだと思います。ということで8時34分帝国通りに出発です。クラーゲンフルトを出たところで北に向かうローゼンタール線とはお別れ。ここからはオーストリアで一番新しい路線コーラルム線に入っていきます。ちなみにこのコーラルム線は2025年12月に行われたダイヤ改正で開業した本当にピカピカの路線ですね。先ほどのクラーゲンフルトとここから東にあるグラーツを結んでいるんですが、両都市の間にある巨大な山脈を長いトンネルで貫くことで念願の開通に至ったようです。全長約127キロの路線を早い便だと約40分で結ぶんですが、これ以前は北にぐるっと回る必要があって鉄道だと3時間はかかっていたみたいですよ。そのためこれまではこの新線と同じようなルートの高速道路を走る日本でいう JR バスのようなオーストリア連邦鉄道の高速バスが運行されていたんですが、残念ながら廃止されちゃいましたね。と言っていたら駅に到着ですね。実は今回挑戦しているこの一筆書きルートもコーラルム線の開業によって大きく変わっていまして、開業後の今の方が若干距離が長くなっていたりします。前々からこの企画をやってみたいと思って以前からルートを計算していたんですが、同市で走れる日程がなかなか見つからなくてずっと先送りにされていたんですよね。ちなみに幻となった開業前のルートは西のスタート地点こそ同じもののゴールは全く違う場所になっていました。
向こうを走っているのは ICE ですね。ご覧の通り、この新しい路線にはドイツ直通の列車もバッチリ設定されています。でもなんかやけに遅いですね、あちら。ICE を見送って少し進むと、ここでコーラルム線から分かれて別の線路へと分岐していきます。実はこの辺りのコーラルム線って完全な新線というわけではなくて、もともとあった路線を改良して作られた区間なんですよね。で、ここから分かれていくのが旧線として少しだけ残っているヤウンタール線です。とはいえ、この先にある町に寄るためにちょこっと迂回しているだけなので、しばらく走るとまたさっきの新線に合流しちゃいますよ。ということで、迂回ルートにある駅、フライブルク駅に到着です。あの青に白の塗装はスロベニアの車両ですね。先に出て行っちゃいましたが、向こうはここからスロベニアの北部にあるマリボルというところまでつなぐ路線の列車になります。と思ったらこっちも発車しました。ここは同時発車なんですね。先に出て行ったと思ったらここで追いついちゃいましたよ。それにしてもあっちの路線の列車はかなり本数が少ないはずなので、このタイミングで出会えたのはめちゃめちゃラッキーでした。ブライブルク駅から一駅進んだところで、さっきお別れしたコーラルム線と再び合流です。ちなみにこの迂回ルートを通ったことで距離を4キロほど稼ぐことができました。ここ運行ルート的にはただの支線っぽく見えるんですけど、調べてみたら西武線の在来線区間とは違って完全に別路線扱いだったみたいなんですよね。なので今回は距離の差分ではなく丸々別物としてカウントしていますよ。ということでわざわざここを経由する S バーンを狙って乗ってきたわけですね。で、この合流直前にあるビーデルンドルフアイヒ駅に到着です。ここを出て新線と合流したら次はいよいよ乗り換え駅。そろそろ降りる心づもりをしておきましょう。ということでフィラッハから乗ること1時間半、次の乗り換え駅ザンクトパウル・イム・ラバンタール駅に到着しました。そしてここからですが、皆様お待たせしました。この企画初となるレールジェットに乗っていきたいと思います。これだけオーストリアの鉄道を乗り倒してきたのに、ここまで乗れていなかったのが不思議なくらいですが、最終日にしてようやくですね。ちなみにこの駅、コーラルム線でも特に重要な拠点でして、ここから先にある巨大な山脈を貫く長大トンネル、コーラルムトンネルの西側の入り口がすぐそばにあるんですよ。もともとは非電化ローカル線の静かな途中駅だったんですが、ご覧の通り上下ホームがものすごく離れていて、その間にたくさんの通過線が並ぶとんでもなく巨大な駅に生まれ変わっています。カメラを望遠にしてみたらなんとか見えました。あの奥に見えるトンネルがコーラルムトンネルです。あの先は山を越えた約33キロ向こうっていうのがなんかすごいですね。で、今から乗っていくレールジェット便はあちらの先にあるグラーツを目指して進んでいきますよ。では、やってきましたね。こちらがオーストリアのフラッグシップトレインであるレールジェットになります。乗っていきましょう。意外に空いてますね。東に向けて発車です。乗った便ですが、レールジェット659便となりまして、終点はウィーン空港駅になります。ただ今回はそこまでは行かず、途中のグラーツ中央駅で降りる予定です。グラーツまでの乗車時間はたったの35分で、あまり長い時間ではないんですが、距離はしっかり75キロもあって、おまけに途中一駅に止まりますね。ということはこれ、新線の実力を発揮して、相当なスピードで走ってくれそうですよ。
おっと、ここでトンネルに突入ですよ。見えていただけあって、駅を出て1分も経たないくらいの近さでした。次に明るくなるのは33キロ進んだ先ですね。ちなみにこのコーラルムトンネル、現在開業している鉄道トンネルの中ではヨーロッパ4番目の長さを誇るのだとか。そしてこの画面に表示されている次の駅ですが、確かトンネルを出てすぐの場所にあるはずなんですよね。そう考えると、このディスプレイの到着予定時刻から逆算して、トンネルの通過時間自体は15分くらいになりそうです。おっと、トンネルを出る瞬間はちょっと取り逃しちゃったんですが、なんとか抜けた直後の映像からは抑えられましたよ。速度は落ちてきているので、すぐ駅に着きそうですね。ということでここがトンネルの東側出口のすぐ手前にある駅、ベストシュタイヤーマルク駅になります。ちなみにこの駅、既存の駅ではなくて、コーラルム線の開業と同時に新しく作られた完全な新駅なんですよ。駅を出てすぐあちらに分かれていった線路は、もともとこのエリアをカバーしていた GKB という私鉄の路線なんですが、本来はもう少し北側を通っていたそうなんですよね。それで新しい駅に乗り入れるためにわざわざあの線路を新設したのだとか。というか元々の線路、奥に見えてますね。あともともと非電化だったようですが、この路線の建設と合わせて電化もされたようです。で、実はあっちを使ってもグラーツまで行ける上に、距離もこちらより微妙に長いという、一筆書き的にはいい感じの路線だったんですが、肝心の U レールパスが使えませんでした。いやー、使えてたら乗ったことないですし、喜んで乗ったんですけどね。お、駅を通過してますよ。こんな感じで主要駅以外にも途中駅はあるんですが、実は東側のコーラルム線、優等列車しか走ってないので、基本的にさっき言った私鉄 GKB の専用駅みたいなものですね。ということで、さすがの高速線ですね。あっという間にグラーツの近くまでやってきました。さあ、グラーツ中央駅に到着しました。さて、次の列車まで1時間ちょっと時間があるので、その間に飲み物とお昼ご飯を調達しちゃいましょう。実は1時間後の便で来てもルート的にはつながったんですが、ここ以外に途中に調達できそうな場所がないんですよね。なのであえて1本早い便でここに来て、買い出しの時間を確保したというわけです。では、ウィーンに向けて出て行ったレールジェットを見届けましたので、いろいろ買い物してきます。買い物してきましたが、全然時間が有り余ってるので、暇つぶしに珍しく駅舎の外まで来てみました。あの奥の建物がメインの駅舎で、ここが駅前の広場ですね。ちなみにこの広場の地下には路面電車の駅があって、ここから旧市街や郊外へと手軽にアクセスできるようになっています。そろそろ時間が近づいてきたので、出発時刻やホームを見ておきましょうか。乗っていきます列車は、これですね。下から3番目にある S3 系統の、これはセントゴルトハールドっていうみたいです。ホームは1番線の F ですね。お、来ましたよ。今10時50分くらいなので、20分くらい前にはやってきましたね。ここから先は非電化路線ということで、車両はおとといぶりの起動車です。折り返し便ですがもう乗れるみたいなので、早速乗っちゃいますか。あの運転席後ろのところが良さそうですね。それではグラーツ中央駅を発車です。ここから先、実際に路線が分かれるのは次の駅なので、そこまではスロベニア方面へと続く幹線、南線の線路を曲がりして進んでいきます。
で、その分岐駅なんですが、実はさっき通ってきたコーラルム線側にも次の駅のホームがあったりするんですよね。ただ、あちらには U レールパスが使えない列車しか止まらないということで、JR の分岐駅の特例みたく、中央駅まで行ってもセーフということになってます。なので、もしそこでパスが使える列車が設定されていれば、次の駅で直接乗り換えることになってしまい、グラーツ中央駅での食べ物の調達などが結構めんどくさかったかもですね、ここ。3分ほどで次の駅、グラーツドンボスコ駅に着きまして、ここからは東へ進む別の路線、シュタイヤーマルク東線へと突入します。ここは気動車が使われるんですが、グラーツを出てしばらくは電化区間でしたね。一応2028年までにはここも電化されるらしいので、今その工事中なのか、電化区間が終わっても、線路沿いには架線柱だけがずらりと立っている様子が見えますよ。お、信号所みたいなところで止まりそうですよ。これは向こうから列車でも来そうですね。思った通り対向列車でした。おお、結構な速度で行っちゃいましたね。ここでちょっと早めのお昼ご飯タイム。さっきグラーツ中央駅で言っていた通り、しっかり買ってきましたので、こちらが本日のお昼になります。買ってきましたのは、ちょっとハードめの長めのパンに、チキンやトマトなどの野菜が挟んであるサンドイッチです。相変わらず、オーストリアのサンドイッチパンは美味しそうですね。それではいただきます。やっぱりチキンとパンはいい組み合わせですね。美味しいです。向こうから線路が合流してきましたよ。あっちの線路は STB というこの地域で運行してる私鉄が保有している路線ですね。もう少しで停車するグライスドルフと15キロくらい北にあるバイツという町を結んでいる可愛い路線になってます。線内完結もあるみたいですが、一部の列車は今通ってきたところに乗り入れてグラーツまでやってくるみたいですよ。おっと、と言っていたら、そのグライスドルフ駅に着きました。さらに進んで、ここはレーダーズドルフ駅というところみたいですね。お、ちょうど分かりやすいこのエリアの S バーン地図がありますよ。このエリアはこんな感じで、上に伸びている支線みたいなのが私鉄の路線ですね。すぐ出発しちゃってよく見えなかったです。残念。それでは、グラーツから1時間ちょっと乗ったこの駅で降りましょう。ここはフェーリング駅と言いまして、ここから北に伸びる路線が分かれているということで、次はそちらへ乗り換えていきます。やってきたこの列車は違いますよ。たまたまこの路線で設定されている珍しい優等列車が来たので、撮ってみただけです。ちなみにこちらは、ハンガリーの首都ブダペストとグラーツを結ぶ国際列車ですね。ということで、乗るのは向かい側のこっち。ここから先のこの路線も非電化なので、こっちも気動車ですね。フェーリング駅を発車しました。乗りましたこの列車ですが、快速列車のレギオナルエクスプレス92系統。行き先はウィナーノイシュタット中央駅になります。そしてなんですが、この列車、終点まで乗り換え駅がない、かつ、ウィナーノイシュタット中央駅は昨日通過でしたが、すでに通った駅ということで、ここまで本当にたくさんの列車を乗り継いできましたが、なんと、こちらがこの一筆書き企画最後の列車になります。ということで、この列車を最後まで乗り通したところで、晴れてのゴールです。ではここで、ハンガリー方面に進む列車とはお別れしまして、ゴールがある北へと向かっていきますよ。ところで以前、路線工事をすり抜けてルートを組んだってお話をしたと思うんですが、実はここも、その工事をギリギリで回避できた路線だったりします。ここ、月1くらいのペースで特定の日だけ、昼間に保守工事をしているみたいなんですが、実は昨日がその工事日だったんですよね。最後のエリアは大きなループ状になっているので、どっち回りでも旅自体はできたんですが、この工事のせいで、実質今回の回り方に固定されちゃってました。
まあどっち回りでも組めたおかげで今回は回避できましたが、これもし工事が2日間連続とかだったらどっちに回っても完全に積んでましたからね。この路線実は今回初めて乗るんですが、車窓を見てると結構きついカーブが多くてかなりのくねくね具合ですね。地理的にこの辺りはアルプス山脈東側の末端部に位置するようで、ハンガリーに向かって平野になっていく途中にあるんだとか。なので沿線の景色は山というよりかはどっちかというと丘陵って雰囲気がありますね。乗ってみて感じるんですが、ここかなりのローカル線具合ですね。この路線はテルメン線といって日本語に直訳すると温泉線というくらいには沿線に保養地としての温泉が多いらしいのですが、やっぱりみんな車で行っちゃうんでしょうね。一応土日はウィーンからの快速列車も増便されるみたいなんですが、2028年12月以降の存続が議論されるくらいですし、なかなか大変そうです。この企画も今後しばらくはルート自体は変わらなさそうですけど、ここが廃止されちゃうとなるとそれは変化が大きそうかな。この路線の主要駅のハルトベルク駅までやってきました。ちなみにこの今乗ってる列車ですが、今日みたいな平日はフェーリング発なのですが、休日はここ始発になるようです。なのでここまでの区間が丸ままないことになっちゃいまして、ただでさえ2時間間隔なのに休日は4時間空いちゃうんですよね。あと主要駅ということもあってここからはそこそこ乗ってきた感じでした。フェーリングから1時間半ほどでテルメン線の終点フリートベルク駅に到着。この列車は引き続き進むんですが、路線としてはここで終わりで、ここから先はベクセル線という別の路線になるようです。あとここまでは比較的なだらかな丘陵地帯を進んでいたのですが、地図を見る感じベクセル線はちょっとした山間の路線に変わるっぽいですよ。おお、やっぱり先ほどの丘の景色から一変して山の中って感じになりましたね。お、トンネルも出てきました。線形もすごいことにループ線はないもののかなり大変そうな感じで敷かれてますね。あ、ちらっと上に線路が見えましたよ。向こうは通ってきた線路のはずですが、すごい高さが変わってますね、あそこから。すごい線形のところを過ぎるとすぐに主要駅のアスパング駅に到着です。結構コロコロ路線が変わるんですが、ベクセル線はここまでで、次はアスパング線というウィーンまでつながる路線になります。あとここまで快速列車と言いながらも各駅に止まってきたんですが、ここから先は普通列車も設定されているので、通過駅ありのちゃんとした快速の走りになるようですね。アスパング駅を発車しまして、ここまで来るとゴールは目前です。ちなみに実はこの列車乗車時間がとんでもないことになっていまして、始発駅からここまですでに2時間もかかっているのに、さらにここからもまだ30分あるので合計で2時間半という、乗り換えなしで乗った近郊列車の中ではこれが最長時間になるはずです。もう間もなくで終点というところまでやってきました。ここで左手に車庫が見えてくると、ヴィナーノイシュタット中央駅はもう目前ですよ。昨日は通過したヴィナーノイシュタット中央駅のホームへ。こう見るとやっぱり巨大な駅ですね。通過しちゃう列車があるのがびっくりなくらいですよ。到着です。降りまして、ここでゴール。はい、ということで西端のスイスとの国境から約1週間かけて全土を駆け巡ってきたわけですが、ここヴィナーノイシュタット中央駅にてゴールとなります。
ちなみに同じ駅を2度通るのは禁止なのですが、一度通った駅をゴールにするのは日本の片道切符でも有効なルールですので、そこは同じということで。それにしても丸6日間かけて本当にいろんな路線をたっぷり満喫できた最高の企画でしたね。企画の達成感もありますが、こうして海外でめったにできない面白い乗り継ぎ方ができて本当に楽しかったです。それではここでは何なので駅の外に行ってまとめをしましょうか。お外に出てきました。メイン側に出てきましたが、ここの駅舎はこんな感じ。今は夕方ということで、鉄道で帰ってきたおそらく学校帰りの子供でしょうかのお迎えで、駐車場は大混雑ですね。さて、ここまで6日かけて完遂した一筆書きの企画ですが、距離はなんと 2412.1 キロまで到達。今回のルールで乗車できる距離が約5145キロだったので、半分近くは乗ることができました。そして乗った列車の本数ですが、合計で36本。長い列車も時折ありましたけど、リンツ周辺やウィーン周辺の細かい移動が影響して、1本あたりはだいたい67キロと、長くも短くもなくといったところに落ち着きましたね。それでこの企画のルートなのですが、独自に算出したものなので、おそらく合ってるとは思うんですが、もしこれ以上に長いルートが見つかりましたら、コメントで教えていただけると嬉しいですし、実際に乗っていただいて動画を上げていただくのも大歓迎です。企画のついでに幹線はもちろんいろいろなローカル線にも乗れちゃうので、めちゃめちゃ楽しいですよ。ただ鉄道だけで完全に乗り通すのはなかなかの難しさではありますけど。さて、一筆書きの企画はこれにて無事終了なんですが、ここからはおまけです。今日はフィラッハから7時間くらいかけてやってきたわけですが、実は戻ること前提で連泊していまして、今からフィラッハまで戻らないといけないんですよね。もちろん同じルートだと深夜になっちゃうので、使うのはレールジェットでセメリングからのグラーツ経由にはなりますが、それでもここからだと3時間半はかかっちゃうので、なかなか大変なキロの始まりですよ。さっきから通過していく青い列車はお隣の国チェコの列車を使ったレールジェットですね。今やってきたこれもフィラッハ行きなんですが、上位の速達便ということで容赦なく通過です。これに乗れると1時間早く帰れるんですが、残念ながらお見送り。乗るのは30分後にやってくる、もうちょっと停車駅が多いタイプのレールジェットになりますよ。ということで、やってきましたこちらの列車で戻りましょう。3時間ほど経ち、クラーゲンフルトまで戻ってこられましたね。ここまで来ると、あと30分くらいで着きそうです。ちなみに夜ご飯は車内で済ませたんですが、以前ユーロシティに乗った時の料理が美味しかったので、それをまたまた注文しちゃいました。ここに来てちょっとした遅延で20分ほど遅れちゃいましたが、フィラッハに到着です。フィラッハに戻ってこられたところで、今回はここまでにしましょうか。ここまで本企画をご視聴いただきありがとうございました。今後も普通の鉄道旅ももちろんですが、こんな感じの変わった企画もやっていきたいと思っているので、お付き合いいただけると幸いです。それでは次の動画もよろしくお願いします。